ニジプロ2の第8話レポ。ついに韓国合宿編から初の脱落者が。チームバトルのリアクション。スターキッズの S クラスめっちゃ良かったけどな。個人順位、脱落者について個人的な感想を語っていきたいと思います。ニジプロ2がついにファイナルステージ進出をかけたチームバトルを繰り広げました。第7話ではハルが率いるユ、ケン、セイタのチームが披露したハートビートのリアクションとメンバーが選ぶリーダーとビジュタンについて脱落者の予想をお話ししています。では早速第8話でステージを披露したチームのリアクションをしていきたいと思います。まずは現在3位のユウヒがリーダーで、8位のエイジ、9位のソウダイ、11位のタイがオールフォーワンチームよりダットセブンのハードキャリー。 J.Y. パークはこの曲は難易度は一番高いですと言っていましたが、これショーンが個人レベルテストで披露していた曲ですね。冒頭からラストまで激しい振り付けで体力が持たなくなるのが苦戦した模様。ってことは一人でやってたショーンは何？すごすぎない？という疑問も少し湧きながらも練習の様子を見ていくと、 J.Y. パークのレッスンでイジとユキは発音を指摘。 JYP 長期練習生のタイガに対してはダンスの動きが遅い。タイガ自身がこれだと遅いんだと自覚しないといけない。今あまり良くなっていないと言われ、タイガくん、この指摘は何度か受けてきているので心配。ソウダイは音程を出す時にクレッシェンドになる癖を直すように指摘。この指摘は日本合宿でもあったような。タイガとソウダイは JYP 練習生組なのですが、長く練習してきているからこそのついてしまった癖を直すのに苦戦していますね。 J.Y. パークは心配なチームですと言っており、指摘を聞いてリーダーのユウヒは、僕がこのチームのリーダーなんですけど、自分のせいでこうなっているんだという考えになってしまってすごく不安だったし、と不安感が高まるユウヒチーム。ステージはいかに？ダンスのシンクロ率は結構すごい気がする。エイジとユウヒ、やっぱりうまいなぁと思いましたね。エイジは J.Y. パークにもこのステージの評価で、ダンスにおいて特別な素質を持っていると言われていましたし、ユウヒはこれまで可愛いコンセプトばかりでしたが、かっこいい曲もこんなにこなせるのかと。遅い腕から見える筋肉から繰り出される素早いダンス。ユウヒくんめっちゃオールラウンダー。タイガくんはラップが合う歌声というか、背も高く体格もいいので前に出てきた時に来たぜという存在感があるので、ただそれはエイジも持っているので同じグループに入るには被っている感じはしますし、ダンスにおいてエイジが優れすぎているからな。タイガくんずっと応援しているけど、酷評続きで辛い。ソウダイはずっと歌唱力を爆発させてほしいという要望が続いていましたが、今回も安定に上手なんですが、上手だという以上のものは確かに見られなかった気はします。 J.Y. パークの評価は中間チェックの時一番心配したチームでしたが、指摘してきたところを一人一人がどれだけ直そうとしてきたのかが見えました。とステージ全体は高評価で、特にユウヒの発声、エイジのダンスに高い評価が。しかし気になるタイガとソウダイへの評価は、タイガについてはスピードは速くなりました。でもところどころ他のメンバーよりも遅く鈍く見えるところがありました。と改善は見えるものの課題は克服しきれていないという評価に。ソウダイについては歌い方の癖は直してきたけど、高音のパートでもっと優れた歌唱力を見せてほしかったという。もうずっとこの評価だよ。 J.Y. パークさん、ソウダイの期待値上げすぎ。いつもステージで実力を出し切れていないことにソウダイは日本合宿の時からボーカルの指摘をいただいていて、僕がボーカルで引っ張っていかないととは思っているんですけど、思い通りにならなくてと打ち明けました。二次男子めっちゃレベル高いし、ボーカルは勇気がいるのと、ユウやケンもどんどん成長してくるので、壮大レベルでもメインボーカル志望となると難しいのかな。というか J.Y. パークさんずっと壮大やタイガを褒めてくれないから、どんどん自信なくなっていってるよね。褒めて伸ばすっていうマネジメントもあるんじゃ。ケンやユウなんて褒められ続けてどんどん上手くなってますけど、
もちごりは男の子に厳しいという噂を聞きまして、私はニジプロシーズン1とオーディション番組ストレイキッズも見ましたが、もちごりは男の子に厳しい。確かにそうかもしれない。ラストは現在2位のともやがリーダーで、7位のゆうき、10位のミラク、最下位12位のショーンがチームのスターキッズよりストレイキッズの S クラス。いやいやいや、S クラスは難しすぎでしょ。ともやチームは毎度最高難易度の曲が与えられることと、順位が下位のメンバーで構成される傾向にあるので、結構不利な条件でスタートする気がしています。ともやがパフォーマーとして優秀すぎるので、リーダーシップの底力を見せてほしいのだと思いますが、メンバーが酷だよな。前回もそれでショーンが8位から12位にまで降格してしまって、ショーンうまかったのになんでと思いました。ゆうきは僕たち4人ともすごく自信がダウンしている状態からスタートして、寝れないくらい心配したし、と不安感が漂うスターキッズ。ミッション曲発表ではまさかの S クラスに大歓喜。 S クラスといえばアルバムの初動売上が BTS とセブンティーンをも超えて461万枚を記録。米国最大の音楽授賞式 VMAs でベスト K-POP 部門を受賞。今年ストレイキッズの存在感を見せつけた曲でした。まさかのミッション曲にミラクはすごい曲やから正直この曲は来ないと思ったじゃん。ショーンは人気も爆発やしすごかったしな。リーダーのともやは S クラスという曲をもらって嬉しかったんですけど、でも反対にその分うまくやらないといけないっていうプレッシャーもあるし、ゆうきは僕は明るい曲しかやってなくて、この曲に合ったパフォーマンスをかっこよくできるかなという不安もありました。さすがのともやも不安な様子。リーダーとして完成度を高める責任があるからこそ余計にプレッシャーも感じますよね。ストレイキッズ自体が自己プロデュースのグループで、唯一無二の低音ボイスを持ったフィリックスや強烈なメインダンサー兼リジュタンのヒョンジン、高いラップスキルを持ったハンやチャンビン、他のメンバーも個々の武器が強いグループなので、カバーはかなり難しそう。その中でも S クラスは独特だし、正直このミッション曲は鬼畜すぎる。ダンストレーナーからはストレイキッズの独特の雰囲気をもっとモニタリングして、今見た感じだと可愛い可愛いはダメ、ボーカルレッスンでは読むだけでも難しい歌詞の発音が、高速ラップが高音で出てくる曲にトレーナーも、私から見てこのチームが一番難しいと思う。歌詞も多すぎるし、韓国人でも発音しづらい。ストレイキッズの曲自体休む暇がない。いけるこれ。しかもミラクとショーンは12位を一度取っている参加者なので、脱落の危機が、期待と不安が交差するスターキッズのステージはめっちゃ良くない。よくここまで仕上げてきてくれたと驚きました。冒頭のともやがかっこよすぎてルフしすぎて全然先に進めない。全体的にエネルギッシュの中にも余裕とオリジナリティがあるステージで、ともやはさすがすぎたに尽きる。驚いたのはミラク。フィリックスやチャンビンの癖が強いパートもミラクくんがいたからこそ表現できていた感じがしました。ショーンがリノのパートをしていたのめっちゃ合っていたし、やっぱショーンは美女が強いですよね。ゆうきくんかわいい。やっぱりゆきは何をしても可愛いんですが、かっこいいを表現して努力しているところも含めて可愛かったですし、ゆうきのハニーボイスがアイエンのパートにぴったりで、ここまで S クラスを自分たちの色に染めてかましてくれたなと大満足だし、 YouTube でずっとステージリピしてます。しかし JY パークの評価は、メンバー同士の統一性が一番大事です。でもそれが足りないように見えます。ですが動きがよく合っていたところがあります。ショーンくんが歌って3人で踊っているところはとてもよく合っていました。ショーンくんは驚くほど才能は間違いなく持っていますが、でもチームの一員として合わせないといけないことがとても自由に見えたというか、その問題がここに来てもまだ残っているようです。パフォーマーともやは素晴らしかったです。でもリーダーともやは残念ですね。3チームのパフォーマンスを終えてチームバトルの順位は
もう困難分かりきってる。春チームが1、夕日チームが2、ともやチームが3位という結果に。でもさ、初めからこの展開が予想されてた感が否めない。ともやが完璧すぎるので、傲慢にならないようにリーダースキルで苦戦させる JYP のマネジメントな感じもするし、今まで12位を2回取ったら脱落というルールだったのに、今回から急に1位のチームは全員がファイナル進出、2位3位からは脱落者が出るかもしれないという新ルール。春チームはメンバーも個人順位が上位のメンバーで構成されてるし、 JY パーク先生がお気に入りの剣がいるし、ミッション曲も 2PM のハートビートという勝ち曲。春チームはもちろん相当な努力で仕上げてきてくれたし、文句なしの1位のクオリティでしたが、はっきり言って出来レースっぽさがありました。モヤモヤを残しながら超重要な個人順位発表。1位は2度目の1位獲得、春。これはすごすぎる。1位を2回取った人ってサバイバル番組の中でもなかなかないのでは。さらにリーダーとしての活躍も素晴らしく、春の覚醒が止まらない。2位はともや、チームは最下位でしたが、ともやはやっぱり最強ですね。3位は再び3位で夕日。1から3位が固定されてる。リーダーたちやっぱり実力すごい。4位はセイタ。セイタがここに来てトップ5位以内に。5位はユ、6位はケンとハートハンターのメンバーが上位を独占。4から6位も順番が変わっただけで前回とメンバーは同じですね。再び実力を証明しました。7位がエイジ高評価なんですが、なかなか中間の順位から上がることができない。8位はユウキめっちゃカメラに抜かれるので絶対デビュー組だと最初から思ってます。ユウキの歌声がグループに欲しいですし、何より美女どんどんやばなる。何この透明感とキラキラ感。そして最後のキューブ獲得者はミラクくん12位を一度取ってて危なかったですが、ミラクくん今回チームにめっちゃいい貢献ができていましたもんね。ということは、タイガ、壮大、ショーンがファイナルステージ出演ならずで脱落に。前回の脱落予想で2から3人の脱落は予想していましたが、 JYP 練習生は壮大かタイガのどちらかと思っていました。まさか2人とも。でもずっと同じ指摘を受けからを破れず苦戦していたので、タイガと壮大はある程度受け入れられるのですが、ショーンはなんで落としたの？ショーンを落とす必要あった。今回のミッションから JY パークの審査基準が個人個人を見るというより、グループを作っていくという基準に明らかに変わったのは感じ、それにショーンがハマることができなかったと一応は飲み込みましたが、正直納得はできてません。ショーン脱落もったいなすぎる。もっと磨けたんじゃないの。ともやは号泣しながら壮大に、本当にごめん。あとちょっとやったのに。俺が何もしてあげられなかった。壮大は、一緒に一番デビューしたかった人とできないっていうのはすごい悲しいんですけど、死ぬまで歌を歌いたいなと思います。でも TWICE もストレイキッズも復活があり得るのが JYP なので、もしかしたら復活があるかもしれませんが、少人数グループがトレンドの今さすがに12人のグループは作らないと思うし、9人でも多いので2人はここから脱落するのではないかと予想しています。壮大の死ぬまで歌は歌い続けるという言葉を信じて待っています。ショーンはハイブとか拾ってくれないかな。次回いよいよファイナル。デビューメンバーが確定します。次回もレポしていきたいと思いますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。